ずっとジャンクションを眺めてどうしたんだ？いやー、どうしても新下関ジャンクションのランプの詰まりが気になってね。都市外からやってくる車両のうち、北山港道路上りに合流する全車両はこのランプを使うわけだし、北山港道路の本線も支点になるインターチェンジまではもう完成しているし、順次開通させていく予定だから、利用者数は今よりも確実に増えると思うんだよね。まあそうなると中国道本線も巻き込んで、大規模な渋滞を引き起こす可能性が高まるよな。ということで今回はこの部分のバイパスとなるルートを建設していくよ。でバイパスルートを建設するのはいいが、なんか計画とかはないのか？今回のバイパスルート建設についてちゃんと計画は立ててあるよ。まずこのジャンクションの運行状況を見てみて気づくことはないかい？わからん。北山港道路上りの直進部分がスカスカだな。その通り。だから今回はこの部分を利用していくよ。つまり、北山港道路を北側に延伸するということか。察しがいいね。その通りだよ。でもそれだと、新下関ジャンクションの合流部分で詰まりが発生しそうな気がするが。そうだね。ただ延伸するだけでは結局、新下関ジャンクションで合流することになるから、結局中国道と関門道との合流部分で詰まりを起こすことになるだろう。だから北山港道路の延伸に加えて、北山港道路自体のバイパス道路を新規で作っていくよ。ルートとしては、この那覇インターチェンジから分岐し、このそびえ立つ山を越えて、新下関インターチェンジにて一般道、関門道に接続するよ。これなら農場特区に向かうルートが大まか3つになり、新下関ジャンクションの中国道から、北山港道路上りに向かうランプの利用者減少を図れるな。これにより平常時のこのランプの負担が減り、慢性的な若干のランプの詰まりだけでなく、広域開発時の渋滞を少しでも改善できるだろう。そういや言っておくのを忘れていたが、この詰まり方を見る限り、トラフィックルールをいじれば治るんじゃねと思う方もいるでしょう。確かに実際治るんですよ。でもこれ将来的に関門道から、北山港道路に向かう車両が増えた場合、確実に今以上に詰まると思いませんか？確かに。しかも都市開発が進んでいる状態だと土地の確保も難しそうだしな。だから今のうちに整備しちゃおうという魂胆です。そして今見えているこの地区は、この湾を中心に漁港の町として発展させる予定なので、北山港道路は水揚げされた魚の輸送に使われることになるよ。まあずっと解説していても進まないから、作業しながら話も進めていくことにするよ。で話を戻すんだけど、しかも輸送トラックは調布南インターチェンジからそのまま北山港道路を利用するルートだけでなく、以前のルートも利用でき、下り方面のランプにだけ交通が集中することはないでしょう。そういや調布南インターチェンジから上りに乗った車って、関門自動車道にそのまま乗り継げないんじゃないか？確かに新下関ジャンクションはフルジャンクションではなく、北山港道路調布南方面と関門自動車道は接続していない。そしてここで登場するのがさっきも言った新規路線。ああ、わかった。そういうことか。調布南インターチェンジから北山港道路上りに乗った車両は、一旦那覇インターチェンジで調布バイパスに乗り換えることで、九州方面への輸出も可能になるよ。これで広島方面だけでなく九州方面もカバーできるわけか。これでもう今回のバイパスルート建設計画については分かってもらえたかな？大体は分かったぜ。私も都市開発の勉強しようかな。頑張ってね。そしてそんなことを話している間にもう本線の敷設は完了して、那覇インターチェンジを作成するところまで来たよ。どんな形状のインターチェンジを建設するんだ？一応 Y 字型のインターチェンジを建設しようと思っているんだけど、もしかしたら後々改装するかもしれないよ。ということでまずは、調布バイパスから北山港道路上りに接続するランプを敷設していこう。綺麗なカーブになるように気をつけて敷設していくよ。それができたら反対に調布バイパスから、調布南インターチェンジ方面へのランプを敷設していこう。こちらのランプは、北山港道路本線の上をまたぐように敷設していくことにするよ。なんかすっごい形になっちゃったから、先に別のランプを建設することにしたよ。とりあえずこのランプは下の方を通していこう。土地が比較的狭い場合は、片側の右折ランプを本線の上側、もう片側の右折ランプは本線の下側を通るようにすることで、ランプの傾斜を抑えることができるんだぜ。でも大都市近郊部などだと、本線の高さがないと少し面倒くさいことになるから難しいけどね。今ランプを敷設したら、さっきうまくいかなかった方のランプも形が見えてきたよ。ここまでできたら次でラストだね。あともう一息だぜ。こっからは仕上げの工程に入っていくよ。まずはインターセクションマーキングツールで道路に線を引いていこう。
これは、分岐の印象をかなり変えることができるから道路オタクはあとは案内標識を設置すれば。よし、インターチェンジもできたことだし次のステップに進もうぜ。ちょっと待ってマリサ。なんだ？将来ここは大規模な漁港になる。この道路の下には多くの私の金の塊が行き交うことになるだろう。もしそうなるとさすがにこのままってのもちょっとね。確かにそうだな。じゃあここは長さ的にも社長卿が一番適していると思うぜ。オーケー。ならばここには、大阪にある天保山大橋をモデルとした社長橋を架けよう。まずは船が当たらないであろう高さまで、本線の高さを上げて、橋の部分の傾斜を緩めたら、天保山大橋もどきを扱いやすいように PO 化して、北山港道路の本線の幅に合わせて調節。それをもう一つ隣にコピー&ペーストして、仕上げに余計な柱を取り除けば、さて、私の富のシンボル間違えた。この漁港予定地のシンボルとなる橋も架けたことだし、次は調布バイパスを新下関インターチェンジに接続する工事に着工しよう。とその前に、北山港道路の利用者からしっかりお金を絞り取れるように、料金所を建設しておこう。まあこれに関しては不正通行を防止するためには必要だな。ベースができたから、あとはわかりやすいように標識を置いたり、対面車線を巻き込んだ事故が起きないようにガードレールを敷いたり、ガードレールを敷いたことによってできたスペースに植樹したら、料金所の完成だよ。よし、料金所が建設できたから本線を延伸していこう。ここは坂にするかトンネルにするかどうしようかな。坂にするには少し急すぎるな。なら消去法でトンネルしかないかな。いや、もう一つ手があるぜ。レイムはここにインターチェンジを作りたいから、この部分をトンネルではなく地上でバイパスを通したいんだよな。そうだけど、それなら、一度この標高が高い部分を迂回し、インターチェンジを過ぎたらトンネルに入るようにすればいいんじゃないか？それなら道路から海も見えるし、インターチェンジも建設できるしで最高じゃん。というかマリサ妙に冴えてるね。レイムがインターチェンジを建設している間、こんな本を読んでいたんだぜ。何それ普通に欲しいんだけど。さてと、ここまで道路を引いてきたわけだけど、ここからはトンネル区間を建設していくよ。ということでトンネル建設のスペシャリストをお呼びしているよ。琴ノ葉茜さん。うちはトンネル建設のスペシャリストもどき、琴ノ葉茜だよ。ここだけの話。レイムはトンネルを敷設するのが苦手らしく、私に仕事を押し付けてくるってわけや。まあ後でしっかりとギャラは払わせるから、とりあえず今は目の前の作業に集中しようか。よし、敷設が完了したら、あとは細かい装飾をすれば。レームまんじゅう月化粧、トンネルの建設を終わらせといたで。ご苦労であった。後でしっかり金は振り込んどくから、今日はお疲れ様。ありがとうございます。さっきから闇が垣間見えてるんだけど、これって突っ込んだ労働の対価を支払うのは当然のことだよ。まあそんなことより、調布バイパスを新下関インターチェンジに接続する工事が完了したよ。残すは浜浦インターチェンジの建設と向野インターチェンジの建設だな。ところでちょっとお願いがあるんだけど。どうしたんだ？私は北山港道路の新規区間と、調布バイパスの開通手続きをしてくるから、その間マリサは浜浦インターと向野インターを建設しておいてくれない？そのくらいお安い御用だぜ。ではあとは頼んだ。さて、レイムも言っちゃったことだし、早速インターチェンジを建設していくぜ。まずは浜浦インターチェンジから建設していこうか。土地が狭いからコンパクトさを意識して建設していくぜ。まずは右折ランプの建設スペースを確保して、適当にランプを敷設。あとは左折ランプを建設しよう。少し坂が急すぎるな。ということで作戦変更。この下り側と接続するランプは、そのまままっすぐ下ろしてきて交差点とつなげる。一方上り側と接続するランプは、この画面から見て少し右側に曲げて、また別の交差点で一般道と接続。そんな感じの作戦でいくぜ。そうと決まったら早速作っていこう。まず先にすでにできている、右折ランプの方から完成させていこう。とその前に、接続先をわかりやすくするために、先に一般道を敷設しておこう。これである程度敷設がしやすくなっただろう。あとは適当に繋げちゃって、いつも通りインターセクションマーキングツールで線を引いたり、出口の標識を設置したり、
間違えてそのまま有料道路に入るのを防止するための標識を置いてみたりすれば。あとは無垢のインターチェンジの建設だな。おそらくこのインターチェンジを利用する車両は、この周辺の地域に住んでいる市民のみになるだろう。だからここは、簡易的な作りである、ダイヤモンド型で済ませようと思うぜ。周辺の住民には少し立ち退いてもらって、あとは2つランプを建設して、適当に線を引いて、標識などで装飾を施せば。マリサ、インターチェンジの建設は終わった？その声はレイム、って誰もいない？マリサがこの声を聞いているということは、まさか、レイム、そんな。インターチェンジの建設が終わった頃かな？なんだびっくりした。ちなみにマリサが喋ってる内容は、すべて盗聴させてもらったよ。ちょっと待って普通に怖い。キモいとは失礼だな。しかも録音した音声でもないのかよ。まあそんなことはどうでもいいんだよ。今帰ってる途中なんだけど、ちょっと渋滞にはまっちゃってね。だからその間にリニューアル工事をしてほしいんだ。リニューアル工事？場所を先に言っておくと稲山インターチェンジなんだけど、今までは新下関ジャンクション側にしか道路が開通していなかったんだ。でも今回の新規開通区間で話は変わってくるよ。今の状態のままにした場合、九州に向かう車両はみんな、まず宮灘インターチェンジへ向かい、一度下道を経由し、新下関インターチェンジで高速に乗り直す必要がある。これだと、あまりにも不便すぎると思わない？確かにそうだな。だから、稲山インターチェンジを那覇方面へのハーフインターにすることで、ノンストップで小月方面、九州方面に向かえるっていうわけ。でもそうなると癖川方面へ向かう車両からしたら不便なんじゃないか？それに関しては稲山にはドライブ好きばかりが住んでるから大丈夫。まあ近いうちに参道でも整備してこの問題は解決しよう。わかったぜ。それじゃあよろしく。ってことで稲山インターチェンジのリニューアル工事を任されたわけだが、ちゃちゃっと終わらせちゃおう。まず既存のランプを撤去して、新しいランプを敷設していこう。あとは最後に標識灯を置き直せば。ただいまリサ。おう、帰ってきたのか。無事開通手続きも完了して、明日には開通するよ。それなら今日の仕事はこれで終わりか？まあ本当はそうしたいところなんだけど、実は今、下関市では深刻な病床不足が発生している。必要数の3分の1しか病床を確保できてないじゃないか。市民には健康でいてもらいたいから、今日中に私立病院を建設しようと思うよ。で、建設する場所はもう決まっているのか？もちろん、建設予定地はここ。ここなら自動車でのアクセス。まだ改良はしていないが、鉄道でのアクセスもしやすい。かなりいい立地でしょ？そうだな。ということで早速病院を建設していくよ。まずは本館を建設。ふむふむ、なかなかいい感じだな。まずは駐車場を作ろう。駐車場にはパーキングロットを利用するんだな。あとはエントランスなんかも整備しておこう。噴水も設置して雰囲気アップだぜ。最後に外来灯も建設すれば。さてとりあえず私立癖川総合医療センターの建設が終わったね。これでひとまず安心だな。あと、入院スペースがここにあるんだけど、そこからの眺めがこれじゃあさすがにかわいそうだ。そうだな、何か彩りが欲しいところだ。ということでここには公園を建設していくよ。そう、桜あふれる公園をね。桜あふれる公園？実は年中咲いてる桜を税金で開発してもらったんだよね。変なところに力入れるのやめてもらっていいですか？まあバレなければ大丈夫だよ。まずは歩道を整備しておこう。街路樹もしっかり桜に変更しておこうぜ。あとは歩道の脇にテーブルを置いたり、ソフトクリーム屋を置いてみたりすれば。さてこれで病床問題は解決だ。さすがに今日の仕事はここまでだよな。そうだね。明日には今日建設した新規区間も開通するし、今日はこの辺で終わろう。今日も今日とて疲れたぜ。皆様おはようございます。ニュース CSL の時間です。一つ目のニュースはこちら。本日15時より北山港道路の稲山インターチェンジ以降の区間と、調布バイパスが開通します。これにより、今まで問題視されていた新下関ジャンクションの、中国道から北山港道路上りへ向かうランプの、通
つまりの解消が期待されているほか、九州方面からの恵那山インターチェンジのアクセスがしやすくなるとのことです。次のコーナーはこちらです。皆さんコロニチハ、ゆっくりレ夢ムと、コロース、ゆっくりマリサだぜ。このコーナーでは市民から届いたお便りに返信していきます。それでは一つ目。実家は対岸の修羅の国っていうところにあり、銃が合法化されていたり、パイナップルという名の手榴弾が落ちてあるところです。お便りありがとうございます。銃が合法化されているだなんて恐ろしいですね。まさか関門海峡を挟んでそんな国があるとは。でもレ夢ム、北九州のタイルも買い占めてあるんだろ？バレてたの？まあそやな。まあパイナップルあげるから許してよ。おいさりげなく手榴弾食わせようとすんな。続いてのお便りはこちら。開発区域が関門海峡付近っていうことは北九州ら辺も開発するんですか？その通りだよ。将来のことを考えて九州方面への輸出とか言ってたんだな。私だって一つの都市の主張。未来のことを踏まえて考えるのは当然のことだよ。その割には無計画に都市開発してるけどな。否めない。防音壁、これはいいなぁ。細かいところまで作り込んでいて、どんどん進化していますね。神の義神様から与えられたから早速使ってみたよ。かなり雰囲気が出るよな。日本作りには欠かせないね。ということで今回のお便り返信のコーナーはここまで。ぜひみんな送ってほしいんだぜ。白麗市長と霧雨副市長、ありがとうございました。早速開通した北山港道路を走行しているよ。この橋、なかなか長いな。やはり私の財産じゃなくて、この漁港予定地のシンボルと言っても、過言じゃないような橋だからね。これくらいは当然だよ。あと800メートルで那覇インターチェンジだな。今回はそのまま直進しようと思うよ。ここで分岐を左側に行けば、調布バイパスに出られるんだよな。そうだね。あとは安養寺トンネルを抜けて、ちょっと走れば恵那山インターチェンジだよ。まああとは調布バイパスの車窓を見ていこう。今回は時間の都合上向くのインターチェンジからの車窓となるよ。早速トンネルに入ったな。やはり長さが2240メートルもあるだけあって、カーブは抜けたがまだ出口は見えないな。まあトンネルの中だと喋ることもないし、次回することの説明をするね。細かくはまだ決まっていないんだけど、まずは下関をニート天国から解放しようと思ってるよ。ちょっと待って、いつの間にそんなことになっていたんだ？しかも圧倒的シニア率。今後子育て支援などを推し進めていく必要があるね。今の状態だと小規模のデスウェーブもおかしくないな。そこんところは今後どうにかしていこう。で話を戻すけど、この町で働ける場所って、ほんのちょっとの商業施設と、農業特区だけだからね。そういや話はそれるんだが、農業特区に名前を付けて、今後呼びやすくした方がいいんじゃないか？そうだね。命名、新農地区。早速わかりやすく標識にも反映させたんだな。そんで話を戻すんだけど、要は働く場所がほぼないってことなんだよ。ならば次回は、市民たちが働けるように、ICO 区画を整備しようってことだな。そういうことになるね。そういや最後に聞いておきたいことがあるんだが、どうしたんだ？結局今回の元の目的って達成できたのか？見ての通り、達成できたと見てもいいくらいには交通量が減少したよ。車両がしっかりと調布バイパスに流れている証拠だな。これでさらに交通量が増えてもある程度は耐えられるだろう。さあ、この道路を走り終えたら早速都市開発を再開しよう。